ご視聴いただきありがとうございます。アスパンです。今回のテーマはロレックスのリューズについてです。腕時計って小さくても魅力があるのでずっと見ていても飽きません。皆さんはどうですか？たとえ仕事が忙しく疲れて帰ってきた日も軽く拭いて時計をチェックしてケースにしまうところまでは毎日しています。時間がある日は普段使っていない時計のネジを巻いたり傷の確認をしたりしています。そんな毎日を過ごしているとふと小さなことが気になります。それがリューズの向きでした。このチャンネルでは普通の会社員が考えたことを動画にしています。専門的な話ではありませんが、今後も動画を作っていこうと思いますので、気軽に聞いていただける方はチャンネル登録もお願いします。私が最初に手に入れた高級時計はグランドセイコーのクォーツでした。この時計のリューズは駆動時もくるくる回る仕様になっています。時計の写真を撮るときはリューズの向きを自由に変えることができました。時計の構造は大体同じかと思っていましたが、ロレックスのデイトジャストを購入したときにねじ込みリューズというものを知りました。日時の調整をするとき以外はしっかりねじ込んでおかなければ防水性能が保てないそうです。詳細はわかりませんが、同じ 100m 防水でも各社それぞれに構造があるんだなと思っていました。モデルによっても仕組みが変わるようです。私が持っている時計もプロフェッショナルモデルは3つの点、クラシックモデルはバーの印になっています。リューズの構造だけでなく素材の種類も表しているそうです。デイトジャスト購入後は毎日着用して気に入っていましたが、一つだけ気になっていたことがありました。それがリューズの向きです。初めての機械式時計と付き合っていくことが楽しく、毎日充実していましたが、朝ネジを巻くときにふとリューズの王冠マークが気になります。私が持っているデイトジャストは裏蓋側に少し傾いています。気にならない方もいると思うのですが、王冠の上が12時方向かダイヤル面に来ている方が私はしっくりきます。ちょっと緩めておけばそうなるのですが、防水性能が発揮できずに不具合が出る方が問題なので、それもできません。完璧主義ではないのですが、100万円近くする時計なのでディティールまで統一されていると思っていました。不安になってロレックスのホームページを見たところ、画像上リューズの向きは統一されていなかったので、仕様なのかと追求はしませんでした。日常使いで困ることでもないし、次第に気にならなくなってきました。デイトジャストを購入して半年後に初めて制限モデルのエクスプローラー2を購入しました。デイトジャストとグランドセイコーを日常使いしていたので、エクスプローラー2は休日がメインでした。しばらく使用してからリューズのことを思い出してエクスプローラー2を確認したところ、王冠の上が綺麗に文字盤方向を向いていました。もしかしたらデイトジャストのリューズが不具合で曲がったのかもしれないと不安になってしまいました。また、もしかしたらプロフェッショナルモデルのリューズは調整されているのではないかとも想像してしまいました。ロレックスあるあるなのかもしれませんが、高額な買い物なのでちょっとした違いも気になってしまいます。最近はネットでもいろいろな情報が載っていますが、私自身そこまで調べるタイプではないので、正規店訪問時に聞くことにしました。購入店舗に行くと担当者がいなかったので、別の方に質問してみることにしました。不具合でなければただのクレーマーになってしまうので、ちょっと気を使いながらですが、勇気を出して聞いてみると丁寧に対応いただくことができました。ご存知の方も多いと思いますが、リューズの向きには個体差があるそうです。また、オーバーホールのタイミングでリューズや取り付けるための部品が交換になる可能性があり、交換した場合は向きも変わるそうです。オーバーホールする際に王冠の向きを指定できるわけではないので、完全にランダムです。私と同じように思っている方がいれば、一度正規店で聞いてみるのもいいかもしれません。店員さんから直接聞けると安心できるようになりました。店員さんは私が購入後も売却せずに着用しているところを見て喜んでくれていました。せっかくなので私が持っている5本のロレックスについてリューズの向きをお見せします。時計を真横から見た時に何時方向に向いているかで説明します。先ほど説明したデイトジャストは王冠の上が4時方向になっています。エクスプローラー2は12時方向ですね。
サブマリーナは9時方向です。スカイドエラーは3時ですかね。ちょっと4時方向にずれています。最後にデイトナは6時方向でした。本当に持っている時計だけでもバラバラです。12時方向や3時方向が当たりなわけではないですが、完成度が高いように感じています。せめて真上、真横、真下がいいなと思ってしまいます。リューズ一つでここまで考えさせられる時計はなかなかないですね。ちなみに私は現状売却する予定はありませんが、気になってリューズの向きで値段が変わるのか平行店で聞いたことがあります。店員さんもリューズの向きまで聞かれると思っていなかったようでピンときていませんでした。私ほどリューズの向きを気にしている人は少ないようです。時計自身の価値に関わるものではないことが分かってさらに安心できました。正規店では今でも在庫が少ない状況で、同じ時計の中から気に入ったものを選ぶことはできません。平行店ならリューズの向きも確認した上で納得して購入できるのは一つのメリットかもしれません。リューズの向きなんか気にしてない方にとっては不要な知識だったかもしれませんが、話をさせていただきました。余談ですが、家の家具はスキャンティークというメーカーのチーク材を選んでいます。倉庫からの搬送になるので、木目が家に運ばれてくるまでわからないのが難点でした。大型店に行くと新品と展示品、返却されてきた新古品が見られる店舗があるので、そこを利用したりしています。革製品もよく買うのですが、本革も気になります。使い込みたいからこそ最初が肝心ですよね。ロレックスは買えるだけでもラッキーな時計になってしまったので、それ以上求めても仕方がないですかね。まだまだオーバーホールは先ですが、リューズの向きは帰ってくる時の一つの楽しみになりそうです。